皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、カーク・ヤスミン・セバスチャンの3連星攻撃を、双子たちにぶつけちゃうよ。この3連星攻撃は、なかなか強力だったもんな。双子に対して、赤い3連星が活躍するところをぜひ見てもらいたいよ。楽しみなんだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。では、今回の3連星攻撃について説明するよ。改めて、赤い3連星について解説するね。3連星っていうのは、カークとヤスミンのダブルアタッカーに、もう一人加えた構成のこと。そういう構成を、ここでは3連星って言ってるよ。前回の動画で、3人目にセバスチャンを入れた、クリティカル構成を紹介したぜ。このクリティカル構成がなかなか強力なんだよな。そうそう。今回は、このセバスチャンを3連星として投入した、赤い3連星構成を、代表的な鉄板構成の双子チームにぶつけてみて、その3連星がどれだけの強さか。それは実際に検証してみたいと思いますよ。それは楽しみだな。実際のところ、ウプ主も双子チームには結構苦しめられてるからね。リスナーの皆様も、双子チームに苦しんでる人は意外と多いのではないかな。そんなわけで、今回は双子たちに対して、バンバン突撃していく。そんな魅力的なバトルをお届けしたいと思う。最初からなんとも期待させてくれるな。楽しみにしていいのか？もちろん。この動画を見終わった時、多くのリスナーのみんなが赤い3連星を試すことを期待してもらうよ。とまあ、最初から盛り上げておいて、あれなんですが、そもそも赤い3連星ってなんぞやって人もいると思うから、前に作った赤い3連星や、セバスチャン特集の動画を見てね。そっちで詳しく解説してるぜ。まあ、こっちでもざっくりと解説すると、セバスチャンとヤスミンでクリティカルを出しまくって、カークが暴れ回る、そんな感じの構成だよ。さて、そろそろメインのバトルに行こうかな。それじゃいつも通り、お互いの構成から発表するよ。最初の印象は、どうかな？相手はいわゆる、双子のテンプレってやつだな。安定した強さの双子チームなんだぜ。そう。この構成が一番双子としては、多くぶつかる相手かなと思うよ。この双子たちに勝つことができれば、割と評価できるんじゃないかなと思うね。そうだな。さて、こちらの陣営はといえば、まず、前衛にはカークとヤスミンという結構攻撃的な配列だよ。そうだな。いわゆる、タンク専門ってやつがいないんだぜ。今回は、相手チームの構成から、タンクは必要ないと判断したよ。また後で、別のバトルを見てもらうけど、そのバトルを見ると、カークが一番前でもいいのがわかるかもね。また後で教えてくれるんだな。そう。話は戻って、サポートはセバスとフェイスレスね。セバスはヤスミンと二人でクリティカルを上げだよ。この二人が揃うと、特にクリティカルが出やすいんだぜ。中盤以降の大爆発に期待してもらいたいね。フェイスレスのさりげない持ち上げにも期待だよ。それじゃあ、行きますか。行こうか。さて、始まったよ。興奮するぜ。序盤はヤスミンがアスタロスに仕掛けるよ。ヤスミンの毒は、ガチへの布石だぜ。今度はラーズからの稲妻炸裂。これが結構痛いんだぜ。アスタロスを一度蘇生まで追い込んだよ。ここから一気に、中盤戦だぜ。準備万端。行くぞー。暴れまくってんねこれで相手の攻撃源はクリスタ一人だけ。これは、勝てるぞ。カークとヤスミンもちゃんといるしな。いやー、なかなか激しかったね。暴れまくりだったな。中盤がやっぱり、激アツだったよ。これは改めて、振り返りが必要だぜ。そうだね。あの瞬間は、かなりもみくちゃだったからね。まあ、この構成だと、こういう流れになっちゃうしな。そう。それじゃ、改めてゆっくり見直してみようね。ダイジェストとして、気になる中盤を解説するよ。よろしく頼むぜ。序盤は、カークとヤスミンが、アスタロスをいじめるよ。毒も合わせると、なかなかいやらしいぜ。本当はこれに、セレステさんも加えたいんだけどね。そうすれば、もっと早く撃破できるんだな。さて、ここから注目だよ。セバスがスキル発動、その後にヤスミンも発動。この時点で、一気にクリティカルが高まってるよ。この構成の魅力だな。
この時、双子コンボと、カープスキルが同時に発動。ほぼ同じタイミングだったのか。こっちはセバスがやられたけど、ラーズを打ち取ったよ。サポートと火力の交換なら、こちらの方が勝勢だね。その後は、クリスタだけが火力だもんな。そういうこと。こっちの火力は、かなり強いから、倒しきるのは簡単だよ。後のマーサも全員で倒せるってわけだな。そうそう。だからもうこの時点で勝利は確実だよ。こんな感じで、赤い3連星構成で双子を倒したよ。今までは結構双子って、苦手意識があったんだけどね。この構成が意外とドンピシャでハマって、勝率が結構上がったよ。苦手なものが得意になるのは、結構いい傾向なんだぜ。ただ、個人的には、カークを一番前にするのは、攻撃を仕掛ける時だけかなって思ったりするよ。それはなんでだ？前衛に集中砲火食らうのが、結構弱いんだよね。特に双子の構成でも、ヒーラーがセレステだとそれだけで参っちゃうよ。実際にウプ主がやっちゃったバトルがあるから、見てもらった方がいいかな？めっちゃ強そうだぜ。なんだよ、この威力は。やばいでしょ。セレステがいると、こんな感じでやられるんだよ。これが最前列にカークを置くことのリスクね。ものすごくわかりやすいな。セレステの怖さもよくわかるぜ。昔は、最前列ヤスミン対策で、セレステを使うのもやったからね。それと似たようなものだよ。これは、セレステの強さを証明するカマセイヌになってるね。セレステは強いな。そう、セレステさんは強いよ。簡単に言えば、前列集中型の攻撃役ね。そんな時は、アスタロスとか、タンクを入れて対策しないとすぐやられちゃうよ。なかなか驚異的だったぜ。アスタロスがいても、他の構成では耐えるのがやっとだけどね。とりあえず、カークがスキル発動できるまで耐えれれば、なんとかなるかな？そうなのか。とりあえず、自分も育ててるからよくわかるけど、強いセレステは強いよ。強いセレステは強いって草。結局のところなんだけどね。カーク、ヤスミン、セバスの赤い3連星は結構強いと思うんだけど、今回の構成は本当はマーサじゃなくてセレステを使いたかったんだよね。確か、前回の動画でも、そんなことを言ってたな。一番最初に作った青い3連星の動画ね。あれは、カークヤスミンセレステで前衛を一気にいじめるってやつだったんだけど。そうだったな。あれもなかなか、強力だぜ。今回の赤い3連星もそれに組み合わせることができるよ。マジか。サポートにセバスを入れるだけだからね。残りの一人は、相手によって変わるけど、防衛も兼ねてバランスも取れる、タンクのアスタロスか、特に攻撃特化として、ノーガードにする形の、フェイスレスがあるよ。これは、相手の攻撃力の差で、判断して使い分けたらいいかな？防衛も兼ねるのであれば、対策もされやすい、フェイスレス式は、やめておいた方が無難だと思うよ。なるほどだぜ。さっきみたいに、カークを集中攻撃される構成だと、一気に布陣を崩されてしまうんだな。そうそう。まだかろうじてヤスミンがいるけどね。それでも一気に流れが悪くなるのは間違いないよ。一つの考え方としてだけど、安定性を高める意味では、蘇生できるアスタロスを入れるのがいいとは思うかな。これもなかなか判断が色々と難しいところではあるんだけどね。なるほどな。そういうところは、結構慎重にしないといけないところだぜ。そうそう。ただ、この構成で、双子チームに対して、これまでよりも積極的に、挑戦するようになったから、やっぱりその点は気持ちいいね。それはいいことだな。これから少しずつセバスの強化をやっていきたいと思ってるから、そうすればもう少しこの赤い3連星も強化できるかな？夢が広がるな。あの中盤の爆発力で相手を瞬殺するのはたまらないからね。なんとも言えないロマンがあるんだぜ。そういうことね。まだまだ完全に勝ちやすいってわけじゃないから、これからも、強化して双子たちに勝てるように頑張るよ。まあ、頑張れ。特に今も色々と調べてるんだけど、アクセルとアスタロスを入れた双子鉄板チームは、なかなか強敵でね。これをどうにかできないか、もう少し考えてるところだよ。アクセルもいると、なかなか守備が硬いんだよな。そうそう。これも含めて、今後の課題ね。あと、つい最近の話ですが、相変わらず、事前に計算しないから最後の1個で計算間違えます。これで進化だって思ってがっくりしたよ。どこかに進捗ゲージが欲しいよな。ほんとそれね。とりあえず、しばらくはセバスの育成をしてみることにするよ。また、3連星構成も、研究しないとね。頑張るんだぜ。ではでは、今日は3連星 VS 双子をお届けしました。みんなも3連星を試してくれると嬉しいぜ。
最後まで見てくれてありがとね。また次の動画で会いましょう。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。